通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、以前もこのチャンネルで何度も取り上げております、ジャガーからの話題になります。今回ですね、なんと、今年の7月ですか、物議を醸しましたリブランディングを担当しました CEO が退任となったんですが、なんとですね、今回、このジャガーのデザイン責任者が解雇になりました。一説によるとですね、オフィスからつまみ出されたとこのように言われておりまして、現在このジャガー、大変なことになっているようですね。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題ですね。皆さん、こちら覚えてますか？なんとですね、あれから1年が経ちました。早いですね。皆さん、これから1年ですよ。そしてこのタイミングでですね、なんと、ジャガーの大炎上しました。タイプ00のコンセプトを手掛けたデザイナーが解雇になりました。キャリアアップのために退任しましたじゃないですよ。解雇になったというんです。で、これに関しましてはですね、このチャンネルでも過去に3本ぐらいですかね、動画出てると思います。概要欄にもね、貼ってると思いますので、もう全く何が起きてるかわからないという方、ぜひそちらね、ご覧になってみてください。ちょっとね、ほんとざっと振り返りますが、昨年11月、ジャガーランドローバーは大胆なリブランディングを発表した。洗練されたデザインとレーシングのテント、そして唯一無二のグラウラーエンブレムで称賛されてきた英国の象徴的自動車メーカーは劇的な方向転換を行い、長年のファンを驚かせると同時に賛否両論を巻き起こした。この動きは2026年までにジャガーを高級 EV 専門ブランドに作り変えるための戦略の一部だった。だが、その反応は控えめに言っても決して好意的とは言えなかった。ということで出てきたのがね、こちらの広告だったんですね。この広告には車が一切登場せず、非常にね、多様性に溢れた、そしてこれまでとはね、打って変わりまして、中性的なイメージというのを前面に押し出していたため、特にこれまでのジャガーファンを中心にね、なんだこれはと、このようになってしまったんですね。当然ですよ、ジャガーというのはね、ジェームス・ボンド的な、本当に大人の男が憧れる、そんな車のブランドだったにもかかわらず、それらを全部切り捨ててしまったような形になってしまったんですね。以来ですね、この新生ジャガーというのはもう完全にネットのおもちゃになってしまったと、そういうわけだったんですね。で、これに関しましてはですね、このチャンネルでもね、以前ご紹介しました。こちら、クラッカーバレル騒動にね、そっくりですよね。で、これもですね、これまでね、アメリカの田舎町をテーマにしたコンセプトのレストランだったにもかかわらず、このロゴを刷新してね、内装を一新しました。で、その結果、もうどこにでもあるようなファミレスになってしまったため、これまでのファン層が激起こしたんですね。それがこちらですね、これになっちゃったんですよ。なんだけど、このバックラッシュを受けまして、このクラッカーバレルね、こちらに戻すという決断を下しまして、これはこれでまたすごかったですよね。すいませんと。全部戻すんで許してくださいとやったわけですね。もう内装もね、全部戻したそうです。これでね、株価というのは一時回復したんですが、やっぱりね、これ現在も、このバックラッシュ止まらないようですね。プクタはね、なんかここまで平謝りで、もうすがすがしいくらい全部撤回するみたいなのって、めったにないんで、ここまでやったらね、許してあげたらいいんじゃないかなと思うんですが、だってそうじゃないと、どんなに軌道修正したってもう意味がないということになっちゃうでしょ。現在もね、やっぱりこの反発というのは残っていると。要するにこのブランドは築き上げた価値よりも多くの資産を自ら壊してしまった。消費者が感情的につながっていた象徴的な要素を捨て去ることで、ジャガーは空白を生み出し、新たな要素ではその穴を埋めることができなかった。EV ブランドが次々と増える市場では、独自性はこれまで以上に重要だ。ジャガーはすでに文化的遺産があったのだから、ミニマリズムを優先して、それを剥ぎ取ることが本当に正しかったのかは検討に値する。ということでね、このジャガーの一件というのも本当にね、大炎上しました。そしてその後ですね、今年の夏になりますが、これもね、以前お伝えしました。なんとですね、今回のリブランディングを先導した CEO、退任となりまして、新たな CEO が就任したんですね。ジャガーランドローバーは2025年11月に PB パラジが最高経営責任者に就任すると発表した。これはエイドリアン・マーデル退任に伴うものである。マーデルにとってこの交代は一つの時代の終わりを意味する。過去3年間 CEO を務めただけでなく、35年という驚異的な年月を同社に捧げてきたからだ。ということでね、35年勤めてきたにもかかわらず、ひどいリブランディングを先導してしまった CEO として、これトランプにもね、めちゃくちゃ言われてたんですよね。ひどい汚名を着せられて CEO を退任したと。そして新たに CEO に就任したのがこちらです。PB パラジ。ご覧の通り彼ね、インド人なんですね。と
というのも、このね、ジャガーランドローバーというのは、2008年でしたっけ？フォードからね、タタモーターズ、これインドの会社ですが、タタモーターズが買収してるんですね。つまりもう親会社はインドなわけですよ。つまりは現在ね、このタタモーターズが本格的にね、このジャガーの戦略方向に深く関わろうとしているのではないか。このように見られているわけですね。ちなみにね、彼が、そのジャガーの CEO に就任する初のインド人になるそうです。すると今回このようになりました。ジャガー、タイプ00のコンセプトを手掛けたデザイン責任者を解任。ジャガーの最近のリブランディングは激しい批判を受けている。自動車メーカーの物議を醸した広告キャンペーンに対し、ファンは反発し、タイプ00のコンセプトについても多くの意見を寄せたが、その大半は否定的なものだった。同社はその結果として、長年デザイン部門を率いてきたジェリー・マグガバンを解任したと報じられている。そしてここがすごいんですね。オートカーの報道によれば、マグガバンは今週初めにオフィスからエスコーテッドされたという。ということでこちらですね、エスコーテッドとあります。こちらが本日のキーワードになります。Escort。人あるいは車両が安全に出発または到着することを確実にするために同行すること。ということでこちらね、エスコートというのは護衛するという意味になります。同行とかね。つまりはこれね、日本語でもそのまま使えますよね。エスコート。あのままの意味です。あれは付き添う、同行する。こういった意味ですよね。なんですが、これがですね、企業報道になりますと、少しね、別のニュアンスというのを持ちます。皆さんね、よく映画とかドラマで見ません？悪徳社長のもとへね、主人公が詰め寄るんですよ。で、社長室に入ってきてね、あれはどうなってるんだ、これはどうなってるんだと抗議する。そうするとその社長がね、ボタンを押して、秘書にね、誰々君をエスコートしてって言うんですよ。これよく見るでしょ。そうするとね、警備員がガーッとやってきて、その主人公が腕を掴まれてね、つまみ出される。もうね、親の顔より見たあのシーンですよ。あれ。つまりこれですね、こういったね、企業報道になりますと、退去するというニュアンスになるんですね。でしかもこれ自主的にではなくって、強制的に。つまりは、つまみ出されると、こういった意味になるわけです。で、今回の場合はこちらね、out of the office とあります。つまり、会社の外にエスコートされた。要するにこれ何を言ってるかというと、このまま訳せば会社から連れ出された。ニュアンスとしては会社からつまみ出された。こういう意味になるんですね。ということでこちらは、オートカーの報道によれば、マクガバンは今週初めにオフィスから退去させられたという、この件について声明を求めてジャガーに問い合わせたが、同社は現時点でコメントを拒否している。ということで、今回ね、こちらに見えております。これですね、大変燃えたあの車ですよ。これね、ジャガータイプ00。このコンセプトを手掛けたデザイナーが解雇されたんですね。でもうね、オフィスからつまみ出されたと言われていますので、その役職が変わったとかね、降格されたとか、そういうんじゃありません。本当に文字通り解雇されたんですね。マクガバンの解任の詳細は依然として明らかになっていないものの、パラジが、これ新 CEO ですね。が、ジャガー、ランドローバー内部の体制を大きく揺さぶろうとしている可能性がある。それは、ジャガーのリブランディングをめぐる否定的な反応を踏まえれば、驚くべき動きではない。マクガバン氏は、ジャガー及びランドローバー両ブランドに携わった21年のキャリアを経て、ジャガー、ランドローバーを去ることになる。彼は物議を醸したタイプ00コンセプトのデザインチームを率いていた。じゃあですね、ここ数日でですね、ジャガーね、YouTube チャンネルしばらく更新止まっていたんですが、なんとですね、また更新がスタートいたしまして、こちら2日前ですね。ちょっとね、コメント欄見ていきましょうか。こちらね、評価の方は閉じられておりまして、低評価率などは見ることはできません。で、これで何が始まっているかというと、こちらですね、ヨシロットンさんという方。この方ね、日本のグラフィックアーティストということで、アートディレクターとかね、いうことで、今回ね、このジャガーとコラボしてるんですね。ここありますね。東京フューチャー00と。この動画がね、今回新たに出ていると。私はオーナーとして、未だにこれらが大きな冗談だと信じています。2002年、ジャガー X タイプ。2025年、ジャガーウォークタイプ。ああ、神様。あなたはなんてことをしたんですか。やめるんだ、ジャガー。お前はもう死んでいる。ケンシロウみたいなの出てきましたが、本当にやめてください。昔のジャガーチーム、戻ってきてください。ジャガーブランドのファンの皆さん、これは本当にひどいことです。皆さんの伝統、そしてかつてのジャガーの姿を忘れないでください。で、こちらもですね、つい先日、ジャガーのね、公式から出たばかりの動画です。これね、内装を見せている、そんな動画になっているんですね。そしてね、やっぱり来ましたよ。これですね。これを見ないと始まりませんから。コメントをオープンにするなんて、素晴らしい勇気だ。誰かがインテリアを作るのを忘れたようです。史上最悪のリブランディング。この一件で、ほぼ1世紀にわたって存続してきたブランドの未来が破滅することになる。これが E タイプを製造したのと同じ会社だなんて信じられない。残念だ。内装はどこですか？これね、ミニマリズムが行き過ぎて、内装忘れちゃったんじゃないのってみんな言ってるんですね。ジャガーはリブランディングしたのではなく、虚勢されたのだ。もはや大きな猫ではなく、抗うつ剤を飲まされた飼い猫に過ぎない。
はい、ということで本日はですね、以前から大変物議を醸しておりました、ジャガーのリブランディングを手掛けたデザイナーが会社から解雇になってしまったという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。ということで、結果的にはね、このリブランディング本格始動する前に、それを手掛けた CEO、そしてコンセプトを手掛けたデザイナー、いなくなってしまったということで、少なくともここまでを見る限りはね、このリブランディング、決して成功とは言えないんでしょうね。このチャンネルでもね、ずいぶん昔お伝えしました、バドライト。あれがね、それまでの主力の顧客というのを裏切って大変なことになったわけですよ。あれもね、CEO が、謝るまでもいかないような釈明するメディア巡業を行いまして、バックラッシュ収まらなかったんですよね。で、クラッカーバレルの件を見ても、ここに関してはね、もう完全に平謝りして、全部撤回しますと、そういう状態になったんですが、全面的に許してもらえるということはなかったということで、もうここまで来たらジャガーも戻れないですよね、実際。だから今後ね、この EV に移行して、このジャガーね、起死回生となるのか、そしてどうやらタタモーターズがね、本格的に主導権を握るんじゃないかと言われているので、どのように舵を切っていくのか、このあたり注目しておくとね、面白いかもしれません。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。